皆様こんにちは、セリナです。今回は10月31日全国発売、公式オンラインブティックと一部店舗で先行発売中のディオールホリデー限定リップ、ルージュディオールシークインリキッドデュオをシャネルのルルージュディオウルトラトゥニュ、ディオールルージュディオールオンステージと徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ディオールのホリデー限定リップはマットベースに大粒のラメが輝くところや 2way になっていて落ちにくいという点でも人気になっていますよね。今回はマットのリップカラーとグロスが 2way になっているところが共通しているシャネルの人気リップと9月に発売されて以来かなり人気になっているディオールの落ちないリップとそれぞれの塗り心地、保湿感、ティッシュへの色移り、そして飲食しながら6時間ほど過ごした時の色持ちについてを徹底比較していきます。少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。他にもホリデーコレクション2025の徹底レビューはもちろん人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回比較していくアイテムはこちら。ディオールルージュディオールシークインリキッドデュオホリデーコレクション2025限定品。カラーは100スペクタキュラーヌード。シャネルルルージュディオウルトラトゥニュ。カラーは69テンダーベージュ。ディオールルージュディオールオンステージ。カラーは120アイコニックローズシャインです。それではディオールのホリデー限定アイテム、ルージュディオールシークインリキッドデュオとシャネルのルルージュディオウルトラトゥニュから比較してみたいと思います。どちらもマット質感のリキッドリップと透明のグロスがセットになっているのも共通しています。今回は比較的カラーのニュアンスが近いと感じたディオールは100番、シャネルは69番を使用してみます。それでは最初にマット質感のリキッドリップの塗り心地から比較してみたいと思います。まずはディオールのマットカラーから塗っていきます。ディオールのマットリップはナチュラルなカラーでも一塗りで唇の色素を完全に覆ってくれる発色の良さと程よくクリーミーで厚みのある塗り心地が特徴的です。そして塗りたてはマット質感ですが、塗ってから 1,2 分ほど時間を置いてから摩擦を加えると大粒のカラーラメが出てきます。はい、まずはディオールのマットカラーのみを塗るとこんな感じの仕上がりです。今回使用している100番はこのシリーズの中だとかなりナチュラルで肌なじみのいいカラーですが、一塗りでもしっかり唇の色素を覆ってくれるので高発色なリップが好きという方に特におすすめです。そしてディオールの最大の特徴はマットのベースに大粒のカラーラメがきらめくところです。100番にはピンクとゴールドの大粒ラメがきらめきます。質感自体はマットですが、大粒のラメが光る効果で適度な光沢感があるように感じるところも使いやすいポイントかなと思います。引きで見るとこんな感じです。グロスを塗る前ですが適度な光沢感があるのでパサついたマットに感じないところもいいですよね。塗り心地としては少し厚みがあってクリーミーなテクスチャーなので唇の乾燥が気になる状態でもムラなく均一に塗布することはできます。ただ少し時間を置くと唇にピタッと密着する感じがするので少し唇の水分を奪われる感じは気になるかなという印象です。ただパサパサに乾燥するというほどではないのでツヤが苦手な方はグロスなしでも過ごせるんじゃないかなくらいの印象です。ではグロスなしの状態でティッシュへの色移りを見てみたいと思います。ティッシュへの色移りはこんな感じです。ラメは若干移りますがベースのリキッドは全く色移りしていないですよね。リップを塗ってから少し時間を置くとこのくらい色移りにも強くなります。高発色なのにティッシュやマスク、カップや食器への色移りも気にせずに使えるというところはものすごくポイントが高いなと感じます。続いてシャネルのマットカラーを塗ってみます。シャネルはディオールと比較をすると液がかなりみずみずしくて軽やかなところが特徴的です。今回使用した69番はそこまで色味が薄い感じはしませんが、下唇で1回、
上唇を塗るときにもう一度色味を付け足す方がよりしっかり発色を得られるようなタイプです。はい、まずはシャネルのリップカラーのみで仕上げるとこんな感じです。シャネルは途中でリップを付け足して塗り重ねていますが、やはりディオールと比較をすると厚みがなく薄膜で唇にピタッと密着している感じがわかりやすいと思います。負担感がなく軽やかな塗り心地がお好きな方や唇に馴染むようなナチュラル感を求める方に特におすすめです。塗り心地としては最初はみずみずしくて軽やかなのでムラなく均一に塗布することができました。ただ少し時間を置くと唇にピタッと密着するので乾燥感が気になる印象です。個人的にはそこまで唇の乾燥が気になるタイプではないですが、ディオールはマットリップのみでも少し乾燥する感じはしますが問題なく使える印象なのに対して、シャネルはマットリップのみだと少し過ごしづらいかなという印象があります。ディオールは 2way で楽しめるようなリップ、シャネルは両方を合わせることで使いやすくなるリップなのかなという印象です。ディオールとシャネルを比較するとこんな感じです。それではそれぞれ上からグロスを重ねてみたいと思います。まずはディオールです。ディオールのグロスは厚みもあり、比較的粘度も高めなテクスチャーです。上からグロスを重ねるとこんな感じです。グロスなしの状態でもマットのベースに大粒のラメが輝く立体感がありますが、やはりグロスを重ねると全体的にぷっくりとした立体感がより増す感じがします。そしてこのリップの不思議なところは、グロスを重ねた方が中に入っている大粒ラメが馴染んで自然な印象に仕上がります。ラメが目立つのが気になるという方は、グロスと合わせた方がより使いやすく感じるんじゃないかなと思います。厚みもあり粘度も高めのグロスなので、重ねることで唇全体がしっかり潤って保湿される感じがします。乾燥が気になる方はグロスと組み合わせて使うのがおすすめ。ベタつき感が苦手という方はグロスなしがおすすめかなと思います。そしてこちらはグロスを重ねてもベースに塗っているマットリップが薄まることもなく、ムラになって取れてしまうということもなく、そのままの発色の良さを保ったままツヤがプラスされるようなイメージです。グロスを重ねると色味が薄まるのが気になるという方にも安心して使いやすいと思います。ただ、唇にのせたカラー自体は薄まりませんが、グロスの履きにはこんな感じで、しっかりマットのリップカラーを乾かした後でも、ラメやカラーが少し映る感じが気になりました。使用後はティッシュでオフしたり、グロスを塗る際に一度手の甲に出したものを指に取って塗るなど、少し工夫が必要かなと感じました。では、グロスを塗った状態のティッシュへの色移りを見ていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。グロスなしの状態だとラメのみが映って全く色移りが気にならなかったですが、やはりグロスを重ねるとどうしても色移りは気になってしまいます。ただ、ティッシュオフ後の唇はこんな感じで、ちゃんとグロスのツヤ感も残りつつ、ベースのリップカラーもしっかり残ってくれます。表面のグロスはオフされましたが、唇全体の保湿感はきちんと保ってくれているので、唇への色残りはとても優秀だなと思います。では、シャネルの上にグロスを重ねてみます。シャネルのグロスもディオールと同様、程よい厚みがありますが、ベタつき感が一切ないところがとても使いやすいです。グロスを重ねるとこんな感じです。シャネルのグロスは程よい厚みがあって、唇全体をしっかり覆って保湿してくれるので、グロスを重ねると高保湿なリップに変化して、乾燥が気になる時期でも安心して使いやすくなります。やはりこちらのリップは2つを合わせて使うのがおすすめかなと思います。かなりしっかり唇が潤うのに、ベタつき感が全くなくて、上質なバームで保湿した時のような滑らかさが得られるところも個人的にはとても好きです。ベタつくグロスが苦手という方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思います。そしてこのグロスを重ねることでかなり立体的なぷっくりした唇に仕上がるところもとても綺麗です。ではグロスを重ねた状態でティッシュオフしてみます。ティッシュオフをするとこんな感じです。シャネルはグロスを重ねても全く色移りしないところが最大の特徴です。そしてグロスのハケもこんな感じで、マットのリップカラーを定着させた後に塗ると全くハケにも色移りしないところも嬉しいポイントです。そしてティッシュオフ後の唇もこんな感じで、塗りたてよりは若干グロスのツヤは落ち着いていますが、それでも保湿感やツヤ感は持続していて、さらにベースに塗っているマットリップも全く薄まっていないです。シャネルは色持ちの良さはもちろん、
色移りが全くしないというところもかなりポイントが高いんじゃないかなと思います。グロスを重ねた状態を比較するとこんな感じの違いです。ティッシュへの色移りを比較するとこんな感じです。マットリップのみのディオールとグロスを重ねた後のシャネルはどちらもかなり色移りを気にせずに使えるので、色持ちはもちろん色移りも対策したいという方におすすめ。ディオールはグロスを重ねるとかなり色移りは気になってしまいます。ではそれぞれのリップを塗ったまま飲食をしながら6時間ほど過ごしてみて、色持ちについて見ていきたいと思います。はい、ディオールを塗った状態で6時間ほど飲食しながら過ごすとこんな感じです。塗りたての高発色の状態と比較をすると内側が薄まってリップの縁が残っている感じが気になりますが、完全にカラーが取れてしまっている感じではないのと、カラーラメが残っている効果で血色感はしっかり残ってくれています。そしてこのリップのすごいところはラメが残るのももちろんですが、グロスのツヤ感も程よく持続してくれるので、時間が経ってもカラーはもちろんツヤも持続させたいという方に特におすすめかなと思います。唇表面もグロスの保湿感が持続するので、時間が経ってもパサパサに乾燥してこないところがものすごく使いやすいなと思いました。ただ時間が経ってもカップや食器への色移りは結構気になったので、色移りが気になる方には少し注意が必要かなと思います。適度な色残りとツヤ感、保湿感を持続させたいという方に特におすすめです。ちなみにグロスを塗らずにマットのリップカラーのみで飲食しながら6時間過ごすとこんな感じでした。マットリップのみで過ごすと色移りは気にならないものの、色残りはグロスを重ねた状態とあまり変化がなくて、こすれに曰く全体的にだんだん色味が薄まっていくような感じがしました。ただグロスなしの方がリップの縁が残る感じは気にならないので、なるべく均等に色残りさせたいという方はグロスなしで過ごすのもおすすめかなと思います。シャネルを塗った状態であれから約6時間ほど飲食しながら過ごしてみました。色残りについてはこんな感じです。飲食をするとこんな感じで、上に重ねたグロスは完全に落ちてしまうので、マットカラーのみの状態になりますが、内側からカラーが剥げてしまったり、色味が薄まってしまうこともなく、かなり色持ちがいいのがわかりやすいと思います。ただどうしてもグロスが落ちてしまうと唇の乾燥は気になるので、こまめにグロスを塗り重ねると快適に過ごしやすいんじゃないかなと思います。表面のグロスが取れた状態でも、もちろんカップや食器への色移りは全く気にならなかったので、色持ちの良さはもちろん、色移りもしっかり対策したいという方は、シャネルがかなりおすすめかなという印象です。ディオールとシャネル、飲食後を比較するとこんな感じです。色味自体の持続力が高いのはシャネル。ツヤ感の持続力が高いのはディオールという違いがあります。シャネルはグロスが取れると乾燥が気になりますが、ディオールはグロスが馴染んだ後でもしっかり保湿感が持続するので、保湿感とツヤ感を持続させたい方はディオール。色残りとカップや食器への色移りを全く気にせずに過ごしたいという方はシャネルが特におすすめかなと思います。最後に香りについてご紹介すると、ディオールはリップカラーもグロスも原料のような香りのみで特に香料を感じないので、香りが苦手な方にも使いやすいんじゃないかなと思います。対してシャネルはマットのリップカラーにバニラ系の甘めの香りが結構しっかりめについています。香りの持続力はそこまで高くないですが、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。最後に今年の9月に登場して以来かなり人気になっているディオールのルージュディオールオンステージとも比較してみたいと思います。ルージュディオールオンステージは落ちないリップというよりも保湿系のツヤリップのような塗り心地で、程よい膜感で唇を覆ってくれるので、乾燥が気になる時にも問題なく塗りやすいです。ルージュディオールオンステージは唇の上にのせるとこんな感じです。こちらは現在発売されている全10色の中ではかなりナチュラルなカラーではありますが、一塗りで唇の色素をしっかり覆ってくれるような発色の良さと、グロスを塗った後のようなプルンとした強い光沢感のツヤが特徴的です。比較をするとこんな感じです。ナチュラルなカラーでもしっかり発色を楽しめるところや、立体的でぷっくりとしたツヤを感じられるところなどよく似ています。塗りたての状態はグロスを重ねた時のシークインリキッドデュオと同じくらいの保湿感があるので、仕上がりや塗り心地の良さ、保湿感などは結構似ている印象です。
ラメのありなしや 2way で使えるリップがお好きか、手軽に塗れるリップがお好きかの違いでも選びやすいかなと思います。では、ティッシュオフをしてみたいと思います。ティッシュオフをするとこんな感じです。ルージュディオールオンステージもツヤ感がかなり強いのと、しっとりしていて高発色なので、ティッシュへの色移りはかなり気になります。ただ、ティッシュオフ後の唇はこんな感じで、強い光沢感は抑えられますが、発色の良さや自然なツヤ感はきちんと残ってくれます。色移りを比較するとこんな感じです。やはりグロスを重ねた状態のデュオとだいたい同じくらいの色移りイメージです。ルージュディオールオンステージを塗った状態で飲食しながら6時間ほど過ごすとこんな感じです。こちらも塗りたての高発色でツヤツヤな状態と比較をするとかなり落ち着いている感じはしますが、ムラなく均一に色残りしてくれるのと、時間が経ってもくすまずに鮮やかな印象がそのまま持続してくれるところが魅力的です。時間が経ってもパサパサに乾燥してしまうということもなく、塗りやすさや塗り心地、色持ちなどのバランスがいいなと感じました。どちらも塗りたてと比較をすると色味が落ち着く感じはしますが、オンステージの方が均一に色が残るイメージ。シークインリキッドデュオの方がラメとグロスが残る分、ツヤ感が持続するイメージです。保湿感の持続については、グロスを重ねた状態のシークインリキッドデュオの方がしっとり感が長く続くイメージでした。香りについては、無香料のシークインリキッドデュオに対して、ルージュディオールオンステージはローズとバニラを感じるような香りが結構しっかりめにする印象です。香りの持続力も高いので、苦手な方にも少し注意が必要かもしれません。今回ご紹介した3つの特徴を比較すると、色持ちがいいのはもちろん、グロスを重ねたツヤツヤの状態でも、カップや食器、ティッシュやマスクへの色移りを気にせずに過ごしたいという方はシャネルがおすすめ。手軽に塗れて、色持ちの良さ、くすまない鮮やかさ、適度な保湿感をバランスよく持続させたい方は、ルージュディオールオンステージがおすすめ。マットリップのみとマットとグロスを重ねた状態、2つの仕上がりを楽しみたい方、時間が経ってもツヤと保湿感を持続させたい方は、ルージュディオールシークインリキッドデュオがおすすめな印象です。はい、ではこんな感じで、ディオールのホリデー限定で登場しているリップと人気の落ちないリップを徹底比較してみました。3つともかなり使いやすいですが、限定のディオールは保湿感とツヤ感が持続してくれるところがすごく優秀だなと感じました。全国発売は10月31日からとなりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。